世界一面白いアクション RPG 制作実況。このチャンネルではダークソウルやモンスターハンター、フォーオナーなどを参考に世界で一番面白いアクション RPG を目指してゲームの制作をしております。基本的に YouTube で得たお金に関しては、ゲーム制作に使っていこうと思っているので、もし応援してくださるっていう方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、今回なんですが、攻撃判定についてのお話をしたいと思います。今、奥にいるバイキングのキャラクターに攻撃判定をつけていく動画になってます。で、実はもう攻撃判定自体はつけ終わってるので、ちょっと見ていこうかなと思います。こんな感じで、基本的には、斧に攻撃判定をつけたっていう形ですね。で、今回その攻撃判定について、永遠の課題といいますか、ほとんどのゲームで起こってしまっている問題っていうのについてちょっとお話ししていこうかなと思います。先ほど前述した3つのゲーム、ダークソウルとかモンスターハンターとかフォーナーをプレイしている人だと結構分かってくださる方が多いんですけど、基本的に、三人称視点のアクション RPG、アクションゲームって、攻撃判定に関しては結構批判とか不満が多かったりするんですよね。例えば、いやその攻撃当たんのかよみたいな声だったり、あとは逆にこっちの攻撃これで今の攻撃敵に当たらないのみたいなだったりとかで、そういう不満とかがどうして起こってしまうかっていうと、人間の目っていうのがかなりデタラメにできてるからなんですよね。基本的に目っていうのは顔の正面についていて、で2つの目の角度差を利用して奥行きっていうのを測るようになっているんですが、これがですね、正直2つの目じゃ足りないぐらいのガバガバな機能しかついてなくて、さらにゲームっていうのはその 3D 空間をディスプレイ上 2D の平面上に、映し出してそれを見て楽しむっていうものなので、基本的に奥行きとか距離感についてはもうすんごいガバガバにしかプレイヤーには伝わらないような問題っていうのがそもそも発生してしまってるわけで、なのでこっちの攻撃これが当たらないのかよみたいなとか、逆に敵の攻撃は今の避けただろうっていうような範囲にいても当たってしまったりっていうような問題が、多発してしまうっていうわけなんですね。で、このバイキングのキャラクターなんですが、これが今攻撃判定ですね。この薄いピンクの線、これ今オレンジ色に変わったやつですね。これがこのキャラクターの攻撃判定が出る領域になってます。あんまりゲーム作ったことない人からすると、こんなところにまで判定ついてるのかよみたいなねことを感じる方が結構多いと思うんですが、実は結構これでもまだ足りないぐらいで、一番ベストなのはこのキャラクターの右手から肩ぐらいまでを攻撃判定つけといた方が実は良かったりするんですよね。なんでかっていうと、もう超至近距離にいた時にこのカプセル型の当たり判定がスカっちゃうことがあるんですよね。で、基本的にこのバイキング、今は敵として使ってるんですが、このキャラクター自身もプレイヤーとして基本的に敵の NPC が使ってる武器とか装備とか全部プレイヤーも使えるようにしたいと思ってるので、こんな感じでバイキングのキャラクターをプレイヤーとして操作するっていう瞬間も、このゲームではゆくゆく出てくるわけですね。で、さっき見せた攻撃判定が斧についてるんですが、結構ね、かなりシビアにギリギリなんていうんですかね、かなり厳しめに攻撃判定つけてるので、例えばこれとかが当たらないわけですね。今の2段目とかも攻撃判定出てるんですけど届いてないんですよね、攻撃判定が。この2段目とかって今は当たりましたけど、このなんていうんですかね、奥行きに関してはすごい人間は認識がめちゃくちゃ甘いんで、プレイヤーが使う武器とかモーション、攻撃モーションに関しては基本的にかなり広めに取っておかないと結構ね不満につながっちゃうわけなんですよね。で、分かりやすい例で言うとダークソウル3の、ダークソード
武器が、直剣がありましたけど、あの武器とかもね、最初はめちゃくちゃ攻撃判定広くつけられてて、で、あまりにも対人で猛威を振るってたんで、批判食らって、短くされちゃいましたけど、でも修正前のあれくらいで、別に、対エネミー戦の時に限定すると、そんなに困るっていうか、ちょうどいいリーチ感だったと思うんですよね。その人間の目が、性能が低いんでね。なので攻撃判定に関してはどれくらいシビアに行くのか、それとも広めに取るのか。だからこの攻撃判定もかなりシビアなんで、正直これくらいあってもいいと思うんですよね。ダークソウルとかだと基本的にね、想像にはなるんですが、多分ね、これくらいはね、おまけでついてるような気がしますね、体感。これくらいあってようやく、なんていうんですかね、人間の感覚に近づいてくる。人間のデタラメな目玉の感覚にやっと近づいてくるっていう形かなと思います。ただ、僕の作るゲームは結構対人プレイっていうのにも重きを置いて作っていくつもりなので、結構厳しめに、実際の見た目と同じぐらいのところを若干おまけしてますけど、これくらいの距離感でいこうかなと思ってますね。それこそこの今、オレンジ色で縁取られてるこの武器の形そのものにも攻撃判定つけることっていうのも可能なんですが、基本的にね、この形、武器の形そのままでつけちゃうと結構処理が重くなっちゃうので、あんまりおすすめはしないっていう感じですね。基本的にアクションゲームとかだとこういうカプセル型、円柱プラス半円が上下に2個ついてるみたいなね、カプセル型で基本的に攻撃判定は作られることが多いです。なんでカプセル型がよく採用されるかっていうと、めちゃくちゃ単純なんですよね。この半円型の部分の半径と真ん中の円柱型の部分の高さ、この2つの数値があればもうこういうカプセルが決定されるんで、2つの数値だけで当たり判定がつけれるっていうような、すごい処理が軽くできるんで結構好んで使われますね、カプセル型とか。でカプセル型を2つとか3つ組み合わせたら複雑な武器の形にも対応できたりしますし、っていうような形ですかね。はい。で結局お前のゲームはどうすんねんっていう話なんですけど、結局お前のゲームはその攻撃判定曖昧問題をどう解決していくんだっていうことなんですけど、これに関しては1個だけ、手段っていうのがあって、あんまりいい手段ではないんですが、対エネミーと対プレイヤーで攻撃判定を分けるっていうのが一つありますね。対エネミーでは、広めに取った攻撃判定を使って、プレイヤー同士の戦い PVP では、狭めにシビアに取った攻撃判定を使って戦ってもらうっていう風にすると、結構ね問題解決、完璧に解決できるってわけじゃないですけど、ただこの方法だと喜ぶのって結構上級者の方だけだと思うんですよね。それこそダークソ3でサリ裏にこもってる人とか、無印の黒い森の庭でねケツ掘りまくってた人とか、そういう人たちはより喜ぶと思うんですけど、そのライトゲーマーとかゲームプレイし始めの人たちからすると、基本的にはね、プレイヤーとエネミーで同じ攻撃の当たり判定の広さが変わってくるってなるとすごい混乱のもとにもなるし、正直ね、あんまりいい解決策ではないかなと思ってます。ただ完璧にこれ正解だわって言える解決策って正直もう僕自身も思いついてなくて、なので何が言いたいかっていうと、この動画見てくださってるね、皆さんも何か正解を教えてくれっていうわけじゃないですけど、何か思いついたこととかあれば、気軽にねコメントとかで、教えてくれると、ありがたいなと思ってますね。で、皆さんの意見とかを参考にしてどんどんいいゲームにしていきたいのでっていう感じですかね。はい。あと冒頭にも言ったんですけど、最近ねチャンネル登録者500人超えてきて、で1000人超えると動画にね広告貼れるようになるらしいんで、そうなってくるとYouTube からねちょっとお金もらえるっていうことで、
基本的に今労働働きながら空いた時間でゲーム作ってるわけなんですけど、こんな生活続けててもね、正直世界一面白いアクション RPG なんてほぼ作れないんで、そんなことは分かってるんで、もっとねそのゲームに費やせる時間、ゲーム制作に費やせる時間っていうのを増やしていかなきゃいけない。なのでYouTube 以外にもね、そのゲーム作りながらできるお金稼ぎとかは多分あると思うんですけど、正直僕そんなに頭良くないんで、最近 YouTube 流行ってるんで、やってみるかという感じで始めたんですが、もし応援してくださる方がいるとすれば、友達のゲーム好きなやつとかにちょっとこのチャンネルのことをおすすめとかしてくれると、ありがたいなというふうに思います。てなわけでね、次回以降もね、どんどんゲーム制作進めていくんで、そうですね、最近はずっとバイキング、敵キャラクターの AI とか攻撃判定とかばっかりいじってたんで、ちょっとね、一回、まだバイキングの開発は続けていくんですけど、ちょっと一回ね、別のこととかもやろうかななんて思ってますね。直近でやりたいことは、馬を実装して平原を駆け回るっていうのと、あと弓ですね。弓とかボウガンとか投げナイフとか、そういう遠距離系の攻撃っていうのもちょっと追加していきたいなと思ってるんで、ちょっとね、またマーケットプレイスでね、その遠距離攻撃とか、あと馬のアセットとか、ね、いいの探してちょっと新しいことにもね、ちょっとチャレンジしていこうかなと思います。今日はこれくらいでね、終わろうかなと思います。はい、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。